エンター。こんにちは、入口です。今日の授業のポイントは一人称。私、俺、僕、わし、おら、あたし、うち。入り口日本語を見るときに守ってほしい3つの約束があります。まず1つ目、必ず自分の言葉にしてください。とにかく1つだけ覚える。自分の言葉にしたその1つだけをとにかく覚えましょう。覚えるときに状況を考えることです。覚えるときは動作を使ったり状況を考えて覚える。この3つです。今日は日本語の文法の授業で最初に習う私は何々です。私は学生です。私は先生ですの文法を日本人らしい言い方に変えていきます。まず、この私は何々ですという言い方はもちろん間違いではありません。正しい日本語です。ただ日本人は私は何々ですとははっきり言わないです。まず日本人は一人称を省略します。一人称とは私の部分ですね。あなたは今何をやってるんですか？あなたの職業は何ですか？と聞かれた場合、日本人は学生です、社会人ですというように私はって言わないです。大体この日本人は一人称を省略するという特徴は覚えておいてください。一人称だけでなく主語も日本人は省略するので、日本人らしい言い方に慣れてくるとだんだんあなたも主語や一人称を省略して話すようになると思います。私は何々ですのタメ口は私は何々だよ、私は大学生だよ。でもタメ口の時はだよも省略して、今社会人、今大学生のように語尾を使わないこともよくあります。一番フランクな言い方ですね。職業を聞かれた時にもちろん今の職業を聞かれてるので今って言う必要はないんですけど、今をつける人も結構います。なんか今って言っちゃうんですよね。今大学生だよ。基本的に学生、高校生、大学生とかは学生ですでいいんですけど、働いてる人はみんな社会人ですという言い方をします。社会人は会社に勤めてる会社員のイメージなんですけど、では会社ではなくて個人で事業をやってる人、昔は個人事業主とか自分で事業をやってますって説明していたんですけど、今はフリーランスというカタカナの日本語が定着しています。なので会社に勤めてる人は社会人、会社ではなく自分で仕事をしてる人はフリーランスという言い方がいいです。多分20年前の教科書とかには絶対にないフリーランスという言葉なんですけど、今はもう日本人はみんな知ってる日本語になりました。あとは質問に応じて答え方が変わります。今働いてるんですかと言われた時に、自分が大学生だった場合はまだ大学生です、まだ学生です、まだをつけたり、逆に見た目が若くてもう働いてるのに学生ですかと聞かれた場合は、いやもう社会人です、もう働いてますというようにもうをつけたりします。なので私は何々ですという言い方は間違いではないんですけど、日本人はほとんど使いません。そして最後に日本人の特徴である一人称についてお話しします。一人称は実は男性の方が難しいです。女性は私でいいと思います。女性の私の一人称の言い方は他に、うちとか私を私って言うとよりフランクなタメ口な感じがするので、私っていう人もいます。あとは自分の名前を言う人もいます。ただ自分の名前を言ったりうちとか私たち、自分たちのことをうちらっていう言い方は女子高生っぽい、ちょっと若いギャルっぽい言い方になるので、女性は基本的には私でいいと思います。男性は少し難しいです。
男性は基本的には俺という人が多いと思います。私も俺と言ってます。ただ、状況に応じて変える人がほとんどです。会社にいる場合は自分のことを私と言います。そして会社の先輩とかに対しては僕がやっておきますのような言い方をする人が多いです。そして会社を退社してプライベートな状況になった時は自分のことを俺に戻す。そんな感じで使い分けてる。これは自然となんですけど、日本人は自然と自分の一人称を変えてる男性がほとんどです。一人称のイメージとしては俺という言い方はちょっと強い言い方です。だから会社の敬語の場面や先輩に対して使うとちょっと強すぎるイメージです。イメージの例なんですけど、俺の女に手出すなよみたいなちょっと強気な感じがするのが俺という言い方です。逆に僕っていう言い方は少し自分を下げてるようなイメージがあります。僕のおもちゃを勝手に触らないでみたいなちょっと子供が使うイメージのある言葉が僕です。なので、先輩に対して自分がちょっと子供っていうのをアピールするような使い方になるのかな。僕っていうのはそういう先輩に対して使う人が多いです。男性が私という場合は会社で使うことがほとんどなので、逆にプライベートな場で一人称が私の男性がいたらちょっと硬いイメージというか、まだ打ち解けてないのかな、仲良くないのかなって思っちゃいます。友達に対して自分のことを私っていう男性はほとんどいないです。あと面白いのがオラとかわしとかも一人称にあります。オラは田舎者のイメージです。オラんとこの村ではなみたいなちょっと方言というか田舎で使われているようなイメージの一人称です。必ずしもオラって使う人が田舎者とかではないんですけど、そういうイメージを持っています。そしてわしという言い方はおじいちゃんとかが使うイメージです。名探偵コナンのアガサ博士という博士がわしという一人称なんですけど、そういうちょっと博士とか、おじいちゃんが使うイメージです。あと方言でわしという使う人もいるので、方言なのかな、若い人がもしわしって言ってたら方言なのかなって思いますね。なので日本語を勉強している方は基本的には私でいいと思います。で、男性の場合友達同士には俺がぴったりです。一人称はややこしいですけど、でも日本語の独自のものなので楽しんで使ってほしいなと思います。それではまた次回の授業で会いましょう。エンター。皆さんはそのとあのの違いが分かりますか？実は N1 を持ってる人もほとんどが間違えています。そのとあのの違いは距離ではないです。100年前の話でもその時なんです。100キロ離れた場所でもそこなんです。こんにちは、入り口です。今日の授業は N5 の文法、何々があります、何々がいます、あそこに人がいます、ここに本がありますの文法です。何々があります、何々がいますのタメ口の言い方は何々があるよ、何々がいるよです。タメ口の時は助詞を省略する日本人が多いです。がは必要ありません。例えば友達が飲み物をこぼしてしまった時にティッシュあるよ、ティッシュがあるよじゃなくてティッシュあるよの方が自然な日本人っぽいタメ口です。友達がお店の中で困っていたら、あそこに店員さんいるよ、店員さんに聞いてみればのように、店員さんいるよ、店員さんがいるよのがは省略して大丈夫です。例えば旅行で友達とホテルに泊まった時に、友達が鍵を持っているか確認する場合、鍵がありますかは敬語なので少し変です。ではタメ口で質問するときは、鍵があるとか鍵はあるよりも鍵あるの方が日本人らしい言い方です。あれ鍵あるとか、
あれ鍵どこ？とか、タメ口の時、日本人は本当に助詞を省略します。教科書の言い方だと、机の上に鍵があります。なので、タメ口に直すと、机の上に鍵があるよとか、机の上に鍵があるです。ただ、日本人は少し順番が違くて、鍵が先に来ます。鍵なら机の上にあるよ。こっちの順番の方が日本人らしいです。あと、鍵はどこにありますかと聞かれた場合、机の上にないという言い方をする日本人が多いです。これは日本人が断定口調を避けるという特徴があるからです。机の上にあると、ほとんど 80% 以上分かっていても、机の上にあるよと断定しないで、机の上にないって質問に対して質問で返す言い方、ちょっと曖昧な言い方なんですけど、曖昧って良くないことではあるんですけど、日本人らしい言い方ではあります。あえて断定をしないで曖昧な返し方をして、間違いを避けるような言い方を日本人はよくします。まとめると、何々があります、何々がいますを日本人らしいタメ口に直すと、ティッシュあるよ、店員さんいるよのようにがを省略することが多いです。教科書でよくある机の上にティッシュがありますという言い方は、ティッシュは机の上にあるよのように順番が変わることが多いので注意してください。質問するときも、何々がいますか、何々がありますかは、タメ口だとがを省略して、好きな人いるのような言い方をします。最後にすごく重要な話があります。あのとそのの違い、皆さん分かりますか？実は N1 を持っている人のほとんどが間違えています。あのとそのの違いは距離ではありません。距離だと思っている人がとっても多いです。N1 を持っている人も距離だと思っている人が多いです。なぜなら教科書で距離と勉強することが多いからです。基本的に教科書は間違いではありません。ただちょっと日本人の自然な言い方とは違う日本語になっているというだけです。でも、あれとそれ、あのとその、あそことそこ、この違いに関しては教科書は間違っていると思います。距離ではありません。あれ、それ、あの、そのの違いは、会話の中に入っているかどうかでイメージしてください。会話の中に入っていたら、それその。会話の外だった場合に、あの、あれになります。日本の有名な番組に、その時歴史は動いたという番組があります。歴史の話をしていたら、1万年前でもその時なんです。だから距離ではないんです。例えば日本から1万キロ離れた海の中に宝物があるという話をしていたら、本当にそこにあるのと聞きます。あそこじゃないんです。距離じゃないからです。会話の中にあればそこです。逆にさっき例で挙げたあそこに店員さんいるよは、店員さんがすごい距離としては近くにいても、今まで店員さんの会話をしていなかったので、友達に店員さんに聞けばいいじゃんっていう新しい会話なので、会話の外の話なので、あそこに店員さんいるよって5メートルぐらいの距離にいてもあそこを使います。なので距離で考えるのはやめましょう。会話の中に入っていることか外のことかを意識すると、あれ、それ、あの、そのの使い方が日本人らしくなってくると思います。あれ見てとか、会話にない新しい情報を伝えるときに、あれ、あのを使ってみてください。それでは今日の授業はここまでです。また次回お会いしましょう。エンター。こんにちは、入り口です。今日の授業は、ませんか。ませんか。これは N5 で習う文法です。提案や誘いの時の何々しませんかっていう表現です。日本人もしませんかっていうことはあるんですけど、あまり
使わないかなという感じです。例えば、映画を一緒に見ませんかは、日本人の自然な話し方だと、今度一緒に映画見に行かない？今度うちで映画見ない？相手が上司とかで敬語を使いたいときは、今度一緒に映画見に行きません？この、ませんかじゃなくて、ませんで十分敬語の役割を果たします。それでは、ほにゃららしませんかを日本人の話し方にして、さらに日本語のナチュラルなスピードでいっぱい例文を話していくので、この動画を見ながら一緒に話してみてください。それでは例文スタート。電車で行かない？明日雨だからホテルでゆっくりしない？お腹空いたからご飯行かない？疲れたからカフェ行かない？今年の夏一緒に日本行かない？来週台北に行くんだけど一緒に行かない？せっかくだからおしゃれして行かない？明日映画見た後ご飯も行かない？疲れたからバスで帰んない？めんどくさいからタクシー乗らない？そろそろ行かない？はい、今日のまとめです。にゃららしませんかだったら、敬語はしません。友達に話すならしないが、より日本人っぽい自然な言い方です。はい、中国語の字幕を見ずに日本語でこうやって授業を受けてみて、皆さんの耳もどんどん慣れてくると思いますので、また次回お会いしましょう。入り口でした。エンター。こんにちは。入り口です。今日の授業は、ましょう、ましょうかです。ましょう、ましょうか。これは N5 の試験に出てくる文法です。前回の授業は、ませんかで、今回は、ましょう、ましょうか。実はこの2つは同じ提案とか誘う意味があります。この2つの違いは、ませんかの方が下から行くような、ちょっと自信がない買い物行きませんかみたいな感じのイメージです。そして、ましょう、ましょうかの方は、行こう、行きましょうみたいな、テンションがちょっと高い感じで、自信がある感じで、ついてこいみたいな。ここまで極端ではないんですけど、ちょっと今極端にしたんですけど、イメージですけど、ませんかの方が控えめな感じですね。で、ましょうかの方が、行こうよ、行きましょうみたいな、自分がリーダーみたいな、ついてきてくださいっていう、ニュアンスですね。はい。それではまず教科書でよく出てくる例文から。昼ご飯を食べましょう。昼ご飯を食べましょうか。はい。これも間違いではないんですけど、もっと日本人の自然な言い方にします。日本人ならこう言うと思います。そろそろお昼食べよっか。お昼食べよう。はい、こんな感じで、今2つ例を挙げたんですけど、ようか、よっか、食べよう、食べよ。よっかとか、よはよりカジュアルな感じで、すごい仲のいい友達に話す感じです。では、会社の上司とか敬語でこのましょう、ましょうかを使いたい場合なんですけど、もちろんましょう、ましょうかは敬語なので、そのまま使っても間違いではありません。ただ、日本人なら、そろそろお昼ご飯にしませんかとか、お昼ご飯食べませんかの方が自然です。なぜなら、ませんかの方が控えめなので、敬語と相性がいいんですよ。ましょうかってましょうってlet's go の引っ張っていくリーダーな感じがするので、ましょうにかをつけて敬語にするのは、なんか日本の仕事の上司に対してはあんまり合ってない感じがしますね。ちょっと意味が強い気がするので、相手が日本の会社の上司なら控えめなませんかの方がいいと思いますので、日本語のこのニュアンスも楽しんでほしいなと思います。それでは今日の文法の日本人らしい言い方の例文をどんどん言っていきます。友達に対してあなたを友達だと思って喋るので、ちょっと早いですけど、
頑張って聞いてみてください。すぐ慣れるので。そして、動画見ながら一緒に喋ってみてください。疲れたからカフェ行こっか。もう3時だし行こっか。この後秋葉原行こっか。野球見に行こっか。明日休みだしお酒飲もっか。暇だしゲームしよっか。ちょっと散歩しよっか。一緒に写真撮ろっか。初対面の人、例えば台湾で道に迷ってる日本人がいました。そしたら、どこへ行きたいですか？案内しましょうか？この教科書の言い方もいいと思います。でも、日本の友達が今度台北に来てくれるとかだったら、台北来るの？案内しよっか。がめっちゃ自然ですね。なので、友達と話すときは、自然な言い方を意識してみると、もっと距離が近くなるのでおすすめです。はい、今日のまとめ。しましょうかは、しよう、しよっかがもっと自然な日本人の言い方です。このしましょうっていう言い方は、リーダーのような引っ張っていくようなニュアンスなので、敬語の時はしませんかがおすすめです。日本人は控えめな言い方の方が好きなので、相手が友達でもあんまりしようって言わなくて、映画見に行こうよりも映画見に行かないっていうの方が全然なんか日本人っぽい感じはしますね。でもしないって聞かれるよりもしようって誘ってくれた方が嬉しいっていう人もいるので、全然そのしよう、しよっかを使うのももちろんいいと思います。まあ本当に性格によりますね。結構積極的に提案したい人は、しよう、しよっか。一緒に遊ぼう。一緒に遊ばない？はい。このニュアンスの違いもぜひぜひ楽しんでください。それではまた次回お会いしましょう。入り口でした。バイバーイ。エント。こんにちは。入り口です。はい。今日の授業は、手もいいです。手もいいですか？です。手もいいです。手もいいですか？これは N 語の文法で許可の意味を持っています。この授業では日本人が日本人に話す時の自然な言い方を教えていますが、この言い方は結構自然です。日本人も許可を聞くときは何々してもいいですかっていう教科書と同じ敬語をよく使います。許可って結構初めて自分が知らない場所とか初めての場所で初めての人に質問したりするときにすることなので、敬語を使う場面が多いです。そして実際に敬語だと教科書と同じ何々してもいいですか、ここで写真を撮ってもいいですかのような使い方はします。なので、もし日本を観光しているときに、お寺の中でお寺の住職さんとかに、ここで写真を撮ってもいいですかって教科書と同じ使い方をするのは OK、正しいです。まあ、ただし、当然日本人の友達同士と話すときは、手もいいですかとか、手もいいですとは言いません。友達に直接許可をもらうときは、敬語の部分を外して、手もいい？手もいいよが使われます。明日家行ってもいい？ああ、明日ならうちに来てもいいよみたいな使い方ですね。意外とよく使うのが、友達にこれはいいのかなって許可されているのかなって友達に相談するっていうパターンが意外とよくあります。例えば博物館で、あれここって写真撮ってもいいのかなみたいな言い方です。お寺の中でここって水飲んでもいいのかなって許可されているのかどうか友達に聞くっていうシチュエーションが結構あります。この時は語尾にかなをつけます。かなっていうのは水量ですね。ここって勝手に入っていいのかな？このペン使っていいのかな？みたいな感じですね。でも一人旅ならともかく友達と一緒に旅行した時とかは結構友達に相談することが多いので覚えておくとめっちゃいいと思います。それでは今回の許可の手もいい？手もいいですか？
を日本人らしい自然な言い方で日本人のスピードで例文上げていくので聞いてみてください。そして画面の前で一緒に喋ってみてください。先にご飯食べてきてもいい？時間あるから全然いいよ。コンビニ寄ってもいい？割り勘でいい？ごめん、ちょっとお金借りてもいい？ディズニーランドって自転車で行ってもいいのかな？靴脱がなくてもいいかな？それでは今日のまとめです。てもいいですかっていう許可の言い方は、初対面の人には教科書のまま使っても大丈夫です。友達に聞く場合もです、敬語を抜くだけでいいので、これは結構覚えやすかったと思います。でも意外と友達に相談するてもいいのかなっていう場面も多いので、ぜひ使ってみてください。それでは次回お会いしましょう。入り口でした。エンター。こんにちは。入り口です。今日の授業は N5 の文法、手はいけません。手はいけません。これは禁止を表す表現です。例えば、ここでタバコを吸ってはいけません。手はいけませんは看板などに書かれているイメージです。看板にカメラのマーク×が書いてあって、ここで写真を撮ってはいけません。で、看板に書いてあるようなイメージの書き言葉です。これを話し言葉にするなら手はいけませんよ。タメ口にするなら手はいけないよ。です。でも、もっと自然な話し方は、何々しちゃダメだよ。です。ここでタバコ吸っちゃダメだよ。のような言い方がもっと自然です。このダメという言い方以外にも、そのまま禁止という言葉を使う人も多いです。ではまず日本人の自然な禁止の言い方の例文を挙げますので、一緒に話してシャドーイングしてみてください。例文スタート。ここは写真撮るの禁止だよ。ここは写真禁止だよ。台湾だと地下鉄内で水飲むの禁止だよ。地下鉄の中で水飲んじゃダメだよ。日本人の女性に年齢を聞くのは失礼だからダメだよ。それだけは絶対やっちゃダメ。ここタバコ禁止だよ。それ触っちゃダメだよ。写真撮るのはいいけど、フラッシュは禁止だよ。前回の手もいいですの時に、友達に聞くシチュエーションが意外と多いという話をしました。今回の手はいけませんも、友達に聞くシチュエーションが結構あるので練習しましょう。友達に聞くときもダメや禁止を使って、ダメかな？禁止かな？ダメだよね？禁止だよね？のように聞きます。これは日本人はめっちゃ使います。敬語っぽく言うなら、ダメですよね？のように聞きます。あとは確認をもっと強くしたいなら、ダメなんだっけ？日本って電車内で電話しちゃダメなんだっけ？で、日本人の友達に聞いてみてください。すごく日本人っぽい確認の仕方です。日本人は直接強い言葉を使うのを避けるので、この禁止の時も少し柔らかいニュアンスの言い方があります。それが、ダメだよの禁止の言い方ではなく、ダメだからねっていう念押しの言い方があります。このだからねっていう念押しの表現は確認のニュアンスが強くて、ダメだっていうことをあなたは分かってますよねっていうちょっと遠回りな婉曲表現になるので、直接言うよりも柔らかいニュアンスになります。だから日本人はよくこっちを使います。その箱絶対開けちゃダメだからね。みんなが来るまで絶対食べちゃダメだからね。ということで今日のまとめです。手はいけませんは書き言葉なイメージなので、直接ここで撮影してはいけませんという日本人はほとんどいないです。ここで撮影しちゃダメですよ。ここは撮影禁止です。このダメだよ、ダメですよ、禁止ですよ、禁止だよは結構便利なので覚えておいてください。友達に確認するシチュエーションもたくさんあるので、ダメだよねで禁止かどうか確認する言い方も覚えておきましょう。パスポート持ってかないとダメだよねのような言い方です。例えば、入っちゃいけない場所に入っている人を見たら、日本人もそこに入っちゃダメだよと直接禁止を伝えます。でも日常会話ではもう少し柔らかいダメだからね
という念押しの表現をよく使います。失礼だから女性に年齢聞いちゃダメだからね。のような感じです。書き言葉と話し言葉の違い、そしてニュアンスの違い、これも意識して日本語を勉強してみてください。それでは今日の授業はここまでです。エントこんにちは、入り口です。今日の授業は N5 の文法、好きです、嫌いです。好きです、嫌いです。実はこの文法めっちゃ難しいです。教科書だと私は何々が好きです。私は何々が嫌いです。すごく簡単です。でも実際の日本人はこの喋り方をしないです。皆さんも気づいてますよね。例えば、どんな映画が好きですかと聞かれたときに、私は恋愛映画が好きです。このような答え方をする日本人はほとんどいないです。リアルな日本人の回答の仕方は、どんな映画が好きですか？どんな映画めっちゃいろんなジャンル見るんだけど、まあでもやっぱアクションが好きかな。なんか一番映画見たって感じするし。という感じがリアルだと思います。私は何々が好きです。というような言い方はしません。これが本当の日常会話です。好き、嫌いを言うときにとても大事なのは語尾です。この語尾でニュアンスを変えるというのがすごく難しいので、日本人のような言い方をするのは難しいです。例えば、どんな映画が好きですかと聞かれた時の答え方はたくさんあります。語尾だけでニュアンスをたくさん変えられます。アクションが好きかな。俺アクション好きなんだよね。でもなんだかんだ言ってアクションが一番好きかも。結局アクション映画が一番好きなんだよね。教科書の勉強だと、好きの前の副詞、とても好きです。少し好きです。こっちでニュアンスを変えるイメージだと思うんですけど、実際の日本人はどちらかというと、後ろ語尾でニュアンスを変えています。めっちゃ好きです。めっちゃ好きなんだよね。めっちゃ好きだわ。これは語尾によって全部ニュアンスが違います。嫌いの時ももちろん好きと同じで、私はホラー映画が嫌いです。このような言い方を日本人はしません。ホラー映画無理なんだよね。ホラーだけは無理なの。このように語尾を変えるし、あと、嫌いではなく嫌や無理という言葉を使う人も多いです。このように好きと嫌いを日本人っぽく言うのはめっちゃ難しいです。語尾は本当にたくさんあるんですけど、今回は代表的ななんだよねという語尾について説明します。俺結構アクション映画が好きなんだよね。ちょっとホラーとか怖い系の映画は嫌いなんだよね。このなんだよねっていう語尾のニュアンス難しいですよね。嫌いです。嫌いなんです。嫌いなんですよ。嫌いなんですよね。という感じで、いろんな要素が入っております。このなんですよね。なんだよね。簡単に言うと婉曲表現です。直接好きとか嫌いっていう言い方を日本人は避けます。別に好きとか嫌いとかはっきり言えって思うんですけど、でも日本人はあまり直接言うのが好きじゃないんです。だから婉曲表現、遠回りな表現、直接ではなく遠回りな婉曲表現を使います。それがなんだよね、なんですよねを日本人がよく使う理由です。私はホラーが嫌いなんだよ。嫌いな理由があるんだよ。だって怖いから、私は怖いのが苦手だからっていう、感情的なことと、なんだよねで最後のねによって、私はホラーが嫌いなんだけど、分かってくれますかみたいな感じです。この語尾を解説するのってすごい難しいんですけど、なんだよねにはそういう意味が含まれていて、でもやっぱりまとめると婉曲表現を使いたいから日本人はこういう風に言います。はい、今日のまとめです。語尾が大事。日本人は直接言いません。婉曲表現をします。日本人の好き嫌いを聞き取るときは語尾まで意識して聞いてみてください。別にあなたが好きか嫌いか言うときははっきり言えばいいんです。好きです、嫌いですって。でももし日本人っぽく話したいのなら語尾を変えてニュアンスを変えることを楽しんでください。
ちょっと難しかったかもしれないですけど、今日の授業はここまでです。入り口でした。エンター。こんにちは、入り口です。今日は N5 の文法、たいです。たいです。これは希望や願望を表す表現です。日本へ行きたいです。日本へ行きたい。この教科書の言い方、すごい便利だと思いますよね。でも、実際の日本人はあんまり使わないです。日本人は、日本へ行きたいな。日本旅行したいな。日本行きたいんだよね。みたいな言い方をする人が多いです。したい、したいですは、すごい直接的な表現で、欲求っていう感じなんですけど、なをつけることによって願望ですね。ニュアンスが柔らかくなるので、なをつける日本人が多いです。敬語の時は、行きたいんですみたいに、なの代わりにんですね。行きたいなのところを行きたいんです。旅行したいんです。あともう一つ、だよねっていう語尾をよく使います。服買いに行きたいんだよね。みたいな使い方です。このだよねのも願望のなと同じです。それにだよねをつけることによって相手に共感してほしい気持ち。私はこういう願望があるんだけどどうかなみたいな相手に聞くようなニュアンスがあります。なのでどんどん直接的じゃなくて婉曲表現になっていって、日本人らしいニュアンスがどんどん軽く柔らかくなる感じです。あと、なんだよねもよく使いますね。カレー食べたい気分なんだよねっていう言い方です。もう私はカレーが食べたいではなくて、カレー食べたい気分なんだよね。今私はカレーを食べたい気分なんだ。あなたはどうみたいな感じで、カレー食べたい気分なんだよねって相手に話しかける言い方をよくします。あと、友達に聞くときに、したくないっていう言い方をよくします。今日寒いからあったかいもん食べたくない？ちょっと歩くの疲れたからカフェ行きたくない？このあったかいもの食べようっていう提案でもなく、あったかいものを食べたいですかっていう質問でもなく、食べたくないっていう、私は食べたい気持ちなんだけどどうっていう、これがすごい日本人っぽい言い方です。やっぱり教科書の日本語がロボットみたいって日本人に思われるのは、この直接すぎるんですよね、表現が。日本人はもっと回りくどい、遠回りな婉曲表現を使うっていうことです。それでは、タイですを日本人の言い方に変えた例文を挙げていくので、皆さん、シャドーイングに挑戦してみてください。それでは例文、スタート。タイ行きたいな。帰ってゲームやりたいんだよね。今週末はゆっくりしたいんだよね。ちょっと歩きたい気分なんだよね。たまには遊園地行きたくない？ディンタイフォンの小籠包食べたくない？ステーキ食べたい気分なんだよね。はい、ということで今日のまとめです。教科書で習うたいです。何々したいです。したいっていう表現はちょっと直接的すぎるので日本人はあんまり使いません。もちろん間違いではないです。でも日本人はもっと婉曲表現を使います。何々したいな。何々したいんです。最初は日本人が教科書と違う話し方をしてるのに驚くと思うんですけど、結局意味は一緒です。ちょっとニュアンスが違うだけで、何々したいっていう願望があるっていう意味は一緒なので、すぐ慣れると思います。皆さんもこのいろんなニュアンスを意識してみて、ぜひ使って日本語を楽しんでください。それでは今日の授業はここまでです。入り口でした。エンター。こんにちは。入り口です。今日の授業は、から、理由を表す表現です。教科書の例文といえば、疲れたから早く寝ます。疲れたから早く寝る。この表現、もっと日本人らしく言うと、もう最近ほんと疲れてて、もう今日は絶対早く寝たいんだよね。ということで、日本人がよく使うのは、て、またはで、です。だいたい疲れたからの時は、て。疲れてて、
なので、のでの時はで。高熱なので動けなかったは高熱で動けなかったです。このてとでを日本人が理由に使うことを覚えれば、かなりリスニング力が上がると思います。昨日ほんと疲れててめっちゃ寝たんだよね。っていきなり日本人に言われたらびっくりしますよね。教科書の言い方なら、昨日はとても疲れていたから、たくさん寝ました。教科書の何々だから、点何々。何々なので、点何々のリズムに慣れていると、日本人の疲れてて寝ちゃったんだよねのこの理由がこの手で流れるように続いていく。初めてで緊張したんだよね。初めてで、このでから流れるように続いていく。この言い方が聞き取れないと思うんですよ。では、早速、例文でこの言い方に慣れていきましょう。できれば、シャドーイングしてみてください。例文スタート。筋肉痛で動けなかった。二日酔いで頭痛かった。寒すぎて外出れなかった。もうめっちゃ暑くて、すごい汗かいた。昨日ずっと本読んでて眠れなかった。全然知らない。俺テレビ見なくて。はい。ということで、今日の理由を表す表現なんですけど、これを自分で言うのはすごい難しいです。例えば、レシピ通りにやったから料理がうまくいきました。レシピ通りにやったのでうまく料理できました。これをてやでで省略はできないです。日本人もしないです。自分で話すときは、から、だから、ので、なのでを使っていいと思います。間違いではないです。ただ、今日勉強した表現は日本人がよく使うので、リスニングのために覚えておいた方がいいと思います。ということで、今日のまとめ。日本人のリズムは、何々だから、線何々、何々なので、点何々ではなく、疲れてて早く寝た。初めてで緊張した。このスピード感、手とで省略して一気に言うような感じがするので、リスニングが難しい原因の一つです。これを意識して慣れれば、すぐリスニング力は上がります。自分で話すときは間違いないからやのでを使えばいいと思います。この表現、言い方にどんどん慣れると自分でも出てくる。こういうときは手だな、でだな。こういうときはからのでって言った方がいいなっていうのが分かってくると思うので、日本人もそれを勉強したわけじゃなくて、ただ慣れただけなので、慣れれば使えるようにもなります。それでは今日の授業はここまでです。入り口でした。エンター。こんにちは、入り口です。今日の授業は N5 の文法何々と思います。何々と思います。これは意見や推測を表す表現です。このお店は美味しいと思います。意見ですね。今から行っても間に合わないと思います。推測ですね。これをタメ口で言うと、思うよ。このお店美味しいと思うよ。今から行っても間に合わないと思うよ。この思うよっていう言い方、日本人は使うんですけど、少し変えて使うことが多いです。今から行っても絶対間に合わないって。いや、今から行っても間に合わないんじゃないかな。間に合わないよって絶対的な推測ができるとき、自信があるときは、間に合わないって言うし、間に合わないと思うよじゃなくて、間に合わないって強調する、誇張した言い方をするし、逆に推測に自信がないときは、間に合わないんじゃないかな、みたいな、かなをつけることで推測の私はそう思ってるよって遠回りに言う言い方を日本人はするので、結構この極端な強調するか、逆に、婉曲表現、遠回りな表現で自信のなさを表すか、自信があるとき、自信がないときで使い分けるので、と思うよっていうこのシンプルな教科書の使い方を意外と日本人はしません。意見を言うときも、この店めっちゃ美味しいよ。俺はこの店めっちゃ好きだけどなみたいな感じで、美味しいよって強調する。または、思うよじゃなくて、思うけどなー。このけどなーっていうのがすごい日本人っぽいんですよね。私はそう思うんだけど、みんなはどうかな？私がそう思うだけでみんなはそう思わないのかな？
自信がないなっていう言い方が好きですね。というか、なんか癖というか、日本人はそういう風に言ってしまいます。そうやってはっきり言わないので、教科書の日本語に慣れていると、実際の日本人の言い方がちょっと聞き取りづらいですよね。思うけどなーって。けどなーっていう。私はそう思います。ではなくて、そう思うけどなー。俺はそう思うけどなー。あと、個人的にはっていう言い方よく使います。私はこう思いますってはっきり言わずに、個人的にはこのお店が一番美味しいと思う。個人的には京都より奈良の方がおすすめ。みたいに、大多数の人、みんなはこっちの方が好きだと思うけど、私はこっちなんだよなっていう思うのを強調するために、個人的にはを使います。はい。あとよく使うのが、思いますとか思うよを、相手に同意を求める。友達とかに同意を求める言い方です。安いと思わないとか、安くねみたいな言い方です。この T シャツ990円だって安くね？もうバスより歩いた方が早いと思わない？はい。それでは日本人の例文を上げていくので、シャドーイングに挑戦してみてください。いきますよ。例文スタート。なんかアニメより漫画の終わり方の方が良かったと思わない？なんか最近治安悪くなってきたと思わない？個人的には東北行きたいな。鹿児島行くなら台湾行く方が安いと思うけどな。500ミリのコーラより1リットルのコーラの方が安いっておかしいと思うけどな。俺的には C よりランドの方がおすすめ。いや、もっと厚着した方がいいと思うよ。絶対寒いって。荷物いらなくね？手ぶらでいいんじゃないかな。ということで、今回の授業はここまでです。入り口でした。エンター。こんにちは、入り口です。今日は N 語文法欲しいです。何々が欲しいです。これは希望や欲求を表す表現です。ただ、この文法、ちょっと子供っぽいので注意してください。会社では使えないかも。何々が欲しいです。タメ口だと何々が欲しい。これは名詞が欲しいです。名詞が欲しい。欲求、希望を表す簡単な表現です。第8課でやった何々たいです。何々したいです。これも希望や欲求を表す表現なので、意味はほとんど一緒です。こっちは動詞に使えます。行きたい、したい、タイに行きたい。iPhone が欲しい。iPhone を買いたい。この違いって皆さんわかりますか？同じ欲求、それが欲しいっていう意味だし、同じ iPhone が欲しいっていう意味は同じに思えるんですけど、iPhone が欲しいと iPhone を買いたいはちょっとだけニュアンスが違くて、iPhone を欲しいは本当にその iPhone 欲しいなっていう気持ちだけがある感じで、iPhone を買いたいだとちょっと買うのが決まってるのかなっていうか、買う予定があって買いに行きたいんだよね。時間があれば早く iPhone 買いに行って手に入れたいんだよねっていう、ちょっと買いたいの方が買うことが決まってるのかなっていうニュアンスがあります。欲しいの方がシンプルな欲求。ただ、どっちを使っても大丈夫です。意味はほとんど同じなので、ちょっとニュアンスが違うかなというぐらいです。ただ、面白いのが、たいですの否定形、たくないです。行きたくないです。やりたくないです。これは、日本人も結構使うんですけど、欲しいの否定形、欲しくないです。欲しくないですって日本人はあまり言わないです。新しい iPhone は欲しくないです。この言い方、なんか日本人っぽくないんですよね。日本人なら、新しい iPhone はいらないな。俺 iPhone 15持ってるから iPhone 16別にいらないな。欲しくないなって言わないですね。なので、否定形の時、欲しいですを否定するときは欲しくないですよりも、いらないとか必要ない。俺 iPhone 15持ってるから16は必要ないな。質問の時もちょっと注意です。あなたは何が欲しい？あなたは何が欲しいですか？この質問の仕方はちょっと変です。日本人は使いません。日本人なら、なんか欲しいものある？なんか欲しいものありますか？こっちを使います。欲しいっていうのは基本的に自分の気持ちを表すことなので、
人に対して欲しいかどうか聞くときは、欲しいって聞くのは、なんか違和感があって、子供に対して何欲しいっていうのはなんか自然なんですよね。子供に対してあなたの欲求を教えてみたいなのは自然なんですけど、大人に対して何欲しいはあまり使わないです。やっぱり欲しいっていうのは自分の感情、欲求を直接的に表す表現なので、会社とかでもあまり使えないです。やっぱり資料が欲しいですって会社では使えなくて、資料をいただけますかとか、資料が必要なので送付よろしくお願いしますのように、婉曲表現、遠回しな表現を使います。この N 語文法欲しい、欲しいですはすごく簡単で使いやすい表現なんですけど、やっぱり日本人にとってはちょっと直接的すぎて、子供っぽい、わがままな感じがするので、使い方は気をつけましょう。それでは、欲しいを日本人らしくちょっと遠回しな婉曲表現に言い換えた例文を挙げていくので、ぜひシャドーイングして一緒に練習しましょう。それでは例文スタート。新しい iPhone 欲しいんだけど、ちょっと高すぎるよね。ぬいぐるみはいらないかな。なんか欲しいものある？なんか必要なものある？じゃあコーヒーいただけますか？新型スイッチか。ちょっと欲しいけど迷うな。はい、ということで、こんな感じで、欲しいけどなとか、欲しいを使うときも、ちょっと語尾でニュアンスを軽くして、直接的すぎない遠回しな表現をするのが日本人らしい言い方です。リスニングの時は、なんか欲しいって直接言わないで、なんかいろいろ後ろにつけて言ってるけど、結局は欲しい気持ちがあるっていう欲求がある、希望があるっていう意味は一緒なので、あまり語尾にとらわれずに、欲しいんだなって思っておけば大丈夫です。はい、今日のまとめ。欲しい、欲しいですはシンプルで使いやすいんですけど、欲しいっていうのがちょっと直接的すぎて日本人の大人はあまり使わないです。否定形の欲しくない、質問の欲しいもあまり日本人の大人は使わないので注意してください。はい、今日の授業はここまでです。入り口でした。エンター。